こんにちは、ジョージニです。今日は乳がん治療の常識を付すかもしれない非常に重要な研究結果と、その背景にある DCIS の正体について5分間かけてじっくりとかつ詳しくお話ししていきます。セクション1ステージ0の乳がん DCIS とは何か？ DCIS、つまり背筋順乳管がんは多くの場合、自覚症状がなくマンモグラフィー検診で見つかる気気視会話によって発見されます。これはステージ0の集めて早期の状態です。がんと呼ばれますが、細胞は乳管という管の内側にとどまっており、そこを突き流って周りの組織に広がる能力をまだ持っていません。そのため、この時点では転移のリスクはほぼゼロです。重要なのは DCIS には性格があるということです。グレード1のような低リスクのものは非常にゆっくり成長するか、あるいは一生そこにとどまって何もしないタイプも少なくありません。ここで過小診断という概念が登場します。もし見つけなければ一生症状が出ず、命に関わらなかったものをがんとして見つけてしまう可能性です。これまではすべて手術で切除してきました。セクション2衝撃の研究結果、コメット実験の全容。今回アメリカで行われたコメット実験という大規模な研究結果が発表されました。対象はホルモン収容体が陽性でグレードが低い低リスク DCIS の患者さんたちです。この患者さんたちをすぐに手術をするグループと、手術はせず厳密に検査を続けるアクティブモニタリング積極的経過観察グループに分けて比較しました。驚くべきことに2年時点での進行率は経過観察チームが手術チームに対して見合っていないという結果が出たのです。少なくとも短期的には手術の有無でリスクに大きな差はありませんでした。では、なぜ手術をしなくてもいいという選択肢が生まれているのでしょうか。それは手術に伴う身体的・精神的な負担を避け、QOL、つまり生活の死を最大限に守るためです。これは前立腺がんなど他の分野ではすでに普及している考え方です。おとなしいがんであれば、慌てて切らず慎重に見守る。医療は今、全員に強力な治療を行う時代から最適化する時代へ進んでいます。セクション3、意識として伝えたい非常に重要な注意点。一つ目は、これは決して放置ではないということです。定期的な検査を任さない厳密な検視が前提となります。変化があればすぐに最適な治療に切り替える準備を整えておくのです。二つ目はまだ2年のデータに過ぎないという点です。5年、10年経った時にも同じことが言えるのか、私たちは今後もデータを貯識し続ける必要があります。今は大きな一部を踏み出した段階です。3つ目は、すべての DCIS に当てはまるわけではありません。グレード3の高いリスクがある場合などは、これまで通り早期の手術が推奨されます。自分のリスクを知ることが重要です。セクション4、最後に、意識としての守りとあなたへのエール。医療は日々進化しています。これまでは切るのが正義だったものが科学の力で切らずに守るという選択肢に変わる過渡期にあります。引き算の医療は新しい希望でもあります。もしあなたが不安で夜も眠れないのであれば、まずは一人で抱え込まず、助手医と自分のがんの性質、リスクについてじっくり話し合ってみてください。納得感のある選択があなたを守ります。これからも皆さんの健康を守るための楽心板になれるよう情報を発信し続けます。最新情報を味方につけて自分らしい選択をしていきましょう。では、再見。